さどんなに苦しくてもやり遂げる愛はいつもこの胸に永遠に消えることはないこの手が叫んでいる明日へと走れ Right now 君が描いた未来へのシナリオは Shining Bright 夢をつかもう全ては思うままに I got a chance Fly the sky 高く羽ばた Yo everybody, how's it going out there? さて B ガンダムに続く新しいガンダムがいよいよ始まるぜ。機動武闘伝 G ガンダム Exciting and thrilling なアクションロボットアニメーションだ。制作スタッフも素晴らしいものをお見せしようとめちゃ頑張ってる。内山くんも期待してるよね。すごく期待してるよ。 OK さてみんなが期待してる新しいガンダムは一体どんなマシンなのか、そして一体どんなストーリーが、どんな主人公が、どんな世界で展開されるのか、みんな興味あるよね。あるある、ガンダムってかっこいいもんね。そうか、内山君もガンダムのファンか。いっぱい持ってるよ。ガンダムが生まれたのは1979年、もう今から15年前の話だ。じゃあガンダムって僕より年上だ。知らなかったな。 OK それじゃあ誕生してからこれまで一体どんなガンダムがあったのか、番組のオープニングを見ながら紹介していこう。ガンダムレジェンド1979 to 1994。内山君 Are you ready? GO! Go! まずはガンダム伝説の第1ページを飾った機動戦士ガンダムから。これが最初のガンダムか。燃え上がれ燃え上がれ燃え上がってガンダム君よ走れまだ怒りに燃える闘志があるなら巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよ正義の怒りをぶつけろガンダム機動戦士ガンダムガンダム機動戦士ガンダムから5年後、多くのファンから待望の声により生まれたのが機動戦士ゼータガンダム。この時から主役ガンダムのチェンジやお話の展開に合わせ、オープニングが途中から変わるようになっていったんだね。そうなんだ。もう目覚めたから燃えるときめきは時代を映し色鮮やかに燃え盛る炎今は見えなくとも Searching 道しるべは浮かぶ I wanna have a few time everyone's an open mind 青く眠る水の星にそっと口づけして命の火を灯す人よ時という金色のただ波は大人の唇に生まれたときねガンダム初の変形合体型モビルスーツで登場したのが機動戦士ガンダムダブルゼータ。これは覚えてるよ。みんな夢静まったよ窓から空を見ているととてもすごいものを見たんだ大人は誰も笑いながらテレビの見過ぎと言うけど僕は絶対に嘘なんか言ってない星が降りしきるペントハウスで空の
が寂しいサーカスの子供さ。1993年誕生してから10年以上その魅力で多くのファンを引きつけてきたガンダム制作スタッフはこれまでのシリーズの中で最年少若干13歳の少年ウッソ・エビンを主人公に新しい角度からのガンダムを作り出した。機動戦士 V ガンダムだ。走り抜けた昨日までの毎日信じているのさ。終わりのないディフェンスでもいいよ。君が僕を詰め続けてくれるなら。苦しみしか見えなくてうつろにただ過ぎた日々ダウンな気持ちが続く街で君だけ優しく輝いてる Don't stop carry on 諦めない Don't stop shining on 壊されない愛になるよ空を包むように抱きしめている。これは15年前初めてガンダムが登場した時のスペースコロニー。円筒形の内側に街が作られていたね。地球と同じだね。でも宇宙って無重力なんでしょ。いいところに気がついたね内山くん、教えてあげよう。このコロニーは約2分で1回転して人工の重力を作り出しているんだ。だから地球と全く同じように立ったり歩いたりできるんだね。そうなのか。ところでさ、このスペースコロニーに入るのはどうするの？それはね、コロニーの回転する中心だ。中心ってお団子の串のところだね。そう、つまりそのお団子の串にあたる中心だけは回転しないようになっていて、そこに宇宙船が発着する港があるんだね。そうか、そこからエレベーターで地上に降りていくんだ。そう、当たり。それでこのスペースコロニーって何人ぐらいの人がいるの？約500万人ぐらいかな。そんなにいるの？で、直径が約6キロ、長さは30から40キロメートルもあるんだよ。それって例えば僕の住んでいる葛飾区ぐらい？いやいや、東京全部がすっぽり入っちゃうくらいの広さだ。すげえ。僕も住んでみたいな。でも今度の G ガンダムのコロニーも変わってて面白そうだね。そうだね。今度の G ガンダムでは世界各国のスペースコロニーが100以上も地球の周りに浮いてるという面白い設定なんだ。どうなってるの？じゃあそこら辺のところをスタッフに聞いてみようか。今度のガンダムのですねコロニーというのは全く違いまして、いわゆる浮遊大陸のようにですね宇宙にいきなり大陸が浮かんでおりまして、でそのいわゆる岩盤の中に人工重力システムというのがありまして、で水があり大気があり地球と同じ環境を作っていると。地球の周りにはリングといいますか、そういったものがありまして、それは結局今度はガンダムファイトという、地球を舞台にした、闘技会みたいなのが行われているその監視のために浮いています。今度のコロニーっていうのは例えば日本のコロニー、アメリカのコロニー、イタリアのコロニー、ロシアのコロニーっていうのがいろいろ出てきまして、それぞれユニークな形をしてます。今まではすごくシリアスな話がほとんどだったんですが、ガンダムというとそういうイメージで皆さん思ってると思うんですけども、比較的楽しいガンダムっていうんですかね。こいつ動くぞ。同じだ。こいつか。すごい5倍以上のエネルギーゲインがある。やってみるさ。
武器は立ってくれ、立てよ。まだまだ後半もたっぷりあるよ。Stay tuned in。歴代ガンダム初登場シーン、後半はゼータガンダムからチェック。やめなさい。坊やのいじるものじゃないわ。怪我をします。外に出ていてください。あの子は本気です、中佐。すみません、エヴァ注意。ブライト中佐。あいつ操縦ができるのか。アムロの再来だ。もしあいつが操縦しているのなら。怪我はなかった？カミーユ。ガンダムマーク2も回収したいし、敵はまだ動いている。新型だ。アポリ中尉がゼータを運んできたのよ。ゼータ。ゼータガンダム。できたのか、ゼータ。ああ、これがゼータガンダムか。ゼータガンダムは最初ウェーブライダーと呼ばれる戦闘機の形で現れて主人公のカミーユを救ったんだ。あれってカミーユが設計したの？そう、ベースプランを出したのはカミーユなんだ。残念ながら僕じゃない。知ってるよ。どうすりゃいいんだ。右端の赤いレバーを引いて。赤いレバー、これか。細かいのが何をやっている。ダブルゼータって力強いよね。 Of course。 なぜならダブルゼータはこれまでのガンダムの中でナンバーワンの出力を持つ強力なマシンなんだ。ややこしいことをやったって。V モード軸合わせ。お、V ガンダムだ。そう、ウッソが大活躍したビクトリーガンダム。発音いいね、マイケルさん。Thank you, my friend。 Yeah, welcome。僕の前にはもう来ないでください。あれが嘘なら。モビルスーツもかっこいいけど、それに乗り込む主人公たちもかっこいいね。 G ガンダムの主人公はどんなキャラクターなの？ほらい。じゃあその辺を今度はシナリオの人とキャラクターを作った人に聞いてみよう。今回の話っていうのはその従来のガンダム路線からかなりかけ離れたところで明るく楽しい、そういう世界でそのガンダムの戦いを見せていこうっていうのが基本的な考え方になっています。主人公のドモン・カッシュです。ドモン・カッシュっていうのはネオ・ジャパンで10歳の頃からですね、ファイターとしての訓練を受けて20歳、年齢20歳ですけどね、20歳になってネオジャパンを代表するガンダムファイターとして出場してくるわけです。これジョルジュ・ド・サンドと言いましてね、でこれが要するに名門貴族だけどもフランスを代表するガンダムファイターとして登場してドモンと戦い合い、でその後、それなりの戦士としての友情が芽生えて、将来のその悪魔ガンダムっていう巨大なガンダムに、悪魔の塊みたいな巨大なガンダムに立ち向かっている。このアルゴ・ガラスキーっていうのはもともと宇宙海賊で刑務所の中に入れられて、で必要に応じて手錠付きのまま外へ行ってはそのガンダムに乗って戦うという、そういう得意な設定になっています。これがね再々史ネオチャイナを代表するガンダムファイターです。アメリカガンダム、ネオアメリカのガンダムファイターチボデー・クロケットです。4年に1回に行われるガンダムファイトのために地球上に降りていく。その後を追って彼女はそのガンダムのメカニックマン、あるいはお医者さんと、医者ですけどね、これね同じ20歳なんですけどね、医者としてドモンについて地球に行くという。今回はその特に
今までのガンダムとは違ったキャラクター作りっていうのに最初からそういう課題がありましたので、そういう方向性を探るっていうのが一番難しかったですね。日本っていうのが一番馴染み深いはずなんですけども、特徴を出せなくて最後まで時間かかってしまいましたね。 G ガンダムに登場するキャラクターたちはみんななかなか魅力的だね。今までのだってかっこよかったよ。さすがガンダムフリーク。これまでたくさんの魅力ある主人公がガンダムでは誕生しているんだ。 OK、 じゃあその主人公たちをチェック。まずはアムロ。覚悟。人は変わってゆくわ。私たちと同じよ。そうだよ、ララの言う通りだ。アムロは本当に信じて。信じるさ。君ともこうして分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配することができるさ。アムロ、時が見える。どうしたの？私たち敵同士らしいのにね。そしてカミーユ。いいね。それポーとのラブシーン。連邦もエウゴも同じなのにね。ユニフォームが違うだけで。ねえ、モビルスーツに乗るのってどんな気分？どんなって乗ってる時はいつも戦いだから。そうね、そうよね。ねえ、頼める？何を？キスして。ああ。ジュドーはシリーズの中で最も明るい性格の主人公だった。開くから。わあ！何をする？出ろ！通れ！すごい、こいつはやっぱりガンダムから。ちゃんと動かんモビルスーツ盗んでどうする？大丈夫大丈夫。こいだけ動けば何しろガンダムらしいから高く売れるよ。そして13歳の元気いっぱいの主人公ウッソー。最終回の彼はなかなか感動的だった。なんだ貴様らに地球を汚す権利はない。おかしいんだよ。宇宙にいるやつが地球に来て。なんだスペースパワー、スペースコロニーだけにいればいいんだ。何をほざく。お前たちなんか。落ちろ。どうだった内山君？ガンダムが誕生してからこれまでのキャラたち。ガンダムって昔からかっこよかったんだ。まるで僕みたいにね。まあそれはともかく誕生して15年になったガンダムはますます面白くグレードアップしてきたってことだ。それはわかるんだけど、マイケルさんが昔からかっこよかったっていうのが。 OK, alright, of course! それじゃあ来週のプロローグ2は誕生してから15年間のモビルスーツの全てをチェックして、今度の G ガンダムがそれらとどう違うのか教えてあげよう。本当？リアル。それじゃあ来週お見せする G ガンダムの CG をちらっと見てみて。これが今度の G ガンダムに登場するシャイニングガンダムだ。もっと歌いよモビルスーツ。残念ながら今日はこれまで。それに今度はモビルスーツじゃなくてモビルファイターっていうんだ。
モビルファイターっていうの？そう、詳しくはまた来週。あー楽しみだな。 See you next week! Goodbye! バイバイ。幾千の月日が流れてもたどり着けぬ場所をさまよい求めながら歩いてゆく恋人よ、私の瞳の奥でかすかに揺れている真実がどれほど伝わるのでしょう。傷ついた心と体預けて温かなこの胸で海よりも深く眠ってガンダムのことがいろいろ分かっちゃったな。機動武闘伝 G ガンダムのことも少し分かったよね。ねえ、モビルスーツとモビルファイターってどう違うの？ G ガンダムは格闘技用のマシンなんだ。そして人機一体なんだよ。何それ？つまりメカと人間の能力が一つになるってこよくわかんないな。と。よし、そこんとこよく教えてあげよう。来週ね。次回機動武闘伝 G ガンダムプロローグ2旅立ち編、おお楽しみに。歩くのさ、無限の力がある。何度でも試すのさ、どんなに苦しくてもやり遂げる。愛はいつもこの胸に永遠に消えることはない。この手が叫んでいる明日へと走れ。 Right now 君が描いた未来へのシナリオは Shining Finger 夢をつかもう。全ては思うままに I got a chance。Hello everybody, how's it going out there? This is your G ガンダム案内人マイコトメです。そして僕がただのガンダムファンのうちゃまです。じゃあ君よろしく。ねえねえ、先週約束した通りモビルスーツをたくさん見せてよ。それにモビルファイターも。 OKOK わかりました。誕生してからどんどんパワーアップ、威力アップしてきたガンダムに登場したモビルスーツをチェック。まずは記念すべき第1作目に登場した RX78 ガンダム。地球連邦軍が最初に作り上げた戦艦並みの威力を持つモビルスーツ。次は RX178 ガンダム Mark II。ガンダムを量産するためのテストマシンとして3機だけ作られたモビルスーツ。 MSZ006 ゼータガンダムはウェイブライダーに変形して大気圏への突入や長距離を飛行することができる変形モビルスーツ。MSZ010 ダブルゼータガンダムは強力なパワーと頭部にハイメガ粒子砲を装備した変形合体モビルスーツだ。合体したまんま巨大戦闘爆撃機 G フォートレスにも変形できるんだ。
LM312V04 ビクトリーガンダムはコアファイターをキーマシンとしてさまざまな使い方ができるマルチプルモビルスーツ。LM314V21V2 ガンダムはビクトリーガンダムをさらに進化させて究極のエンジンミノフスキードライブを搭載したスーパーマシンだ。次は敵のモビルスーツ。まずは戦士ランバーラルが乗っていた MS-07B グフ。電磁ムチヒートロッドを使ってガンダムを苦しめた。黒い3連星というコードネームを持つ3人のパイロットが乗っていた MS-09 ドーム。MSA-07 ズゴックはアムロのライバルシャアが乗った水中型モビルスーツ。素早い動きが特徴。ズゴックについてシャアが乗ったのがこの MS-14A ゲルグール。ジオン軍で最初にビームライフルを使ったのがこのモビルスーツだ。RX-78 ガンダムの最後の敵になったのがこの MSN-02 ジオン軍。宇宙での戦いに足はいらないというエンジニアが作り上げた巨大モビルスーツ。ビデオがリリースされたガンダムに登場したのがこの MS-18E ケンファーだ。チェインマインという特殊な武器を持っているんだけど、みんな見たことあるかな。同じくビデオシリーズに登場した AMX-002 ノイエジールモビルアーマー。ガンダムの世界では人間の形をしていないマシンはモビルアーマーと呼ばれている。RMS-108 マラサイはどんどん巨大化し変形していくゼータガンダムの時代にあって余分な機能をカットオフしてスピーディー感覚を追求したマシン。変形モビルスーツの中でも別格なのがこの PMX-000 メッサーラ。木星から帰ってきたシロッコという敵のリーダーが作ったものだ。MSA-100 式は最初のシリーズで戦ったシャアがクワトロバジーナと名を変え味方になって乗ったモビルスーツだ。変形タイプの中でも変わってんのがこの NRX-004 アッシマー。地球の大気の中を飛ぶためになんと UFO スタイルに変形する。PMX-003 ジオはメッサーラーを作ったシロッコがガンダムを倒すために作ったスペシャルヘビーモビルスーツ。見えないところに2本の腕を隠し持っている。ネオジオンの女性リーダーハマーンが乗るこのエレガントなモビルスーツは AMS-004 キュベレイだ。部活だな。
出ます。サザビー発進。シャアがアムロとのラストバトル用に用意した強力なモビルスーツがこの MSN-03 サザビー。NZ333 アルパージールは歴代の敵マシーンの中でも最大級のモビルアーマーだ。地球連邦のモビルスーツ部隊を次々に撃墜した。やることがいっぱいあるでしょ。時を重ねモビルスーツは新しいシステムを開発していった。この XM-02 デナンゲーはビームでできた盾ビームシールドを装備、敵の攻撃をかわした。ビームといえば指揮官タイプの XM-04 ベルガダラスはビームの旗ビームフラッグで指揮をした。最後はアインラッドという体型の変わったマシーンに乗って戦う ZMS-24G ゲトラフ。宇宙でタイヤなど使うな。とまだまだたくさんあるんだけど今日はこの辺で The End。人機一体がどういうものか分かってもらうためにまず今までのモビルスーツを見てもらおう。これまでのモビルスーツは操縦する兵器、簡単に言うと戦闘機や戦車のようなミリタリーロボットだったんだ。くそ、オートに切り替えのタイミングが。手に乗ってください。でも人をかばったり手のひらに乗せたりするシーンでは優しさとか悲しいといった感情を持っているような感じがして何かあったかいものを感じたね。今度の G ガンダムではそれをもっと推し進め、人とマシンが本当に一つになって起こったり痛さを感じたりするんだ。そしてパイロットの持つ格闘技の技がそのまんまマシーンの動きになるんだね。今度のガンダムの操縦方法はモビルトレースシステムといってファイティングスーツを着たガンダムファイターが腕を動かせばガンダムもパンチを繰り出し、ガンダムファイターがキックをすればガンダムもキックをするというファイターパイロットガンダムファイターの動きをそのままガンダムに伝えるシステムです。ガンダムファイターが強ければ強いほどガンダムも強くなります。ガンダムファイターはコアランダーという特殊な乗り物でガンダムに合体しコクピットに移動します。コクピットに入ると上からモビルトレースシステムが降りてきてガンダムファイターの体をファイティングスーツが包みます。そしてガンダムファイターの動きをそのままガンダムに伝えて敵と戦います。分かったかな？じゃあ今説明してもらったシーンを動画撮影という動きをチェックする作業で使ったトレッセンだけのフィルムで見てみよう。そうか、こうやって戦うから人機一体、つまりパイロットとマシーンが全く同じように動き感じ考えるんだ。だんだん G ガンダムが楽しみになってきたな。よし、それじゃあ今度は G ガンダムのモックアップを見に行ってみようか。モックアップ？
はプラモデルを作る前にデザイン、フォルムやボリュームを確認するために作るもの。ものすごい時間と費用がかかるんだ。これが新しいガンダムか。かっこいいな。お、これ前のガンダム。これも活躍したな。このガンダムたちが戦った場面が見たいな。 OK、 ご要望にお応えしましてガンダムの活躍シーンをお見せしましょう。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差でないことを教えてやる。しゃめいける。あれが連邦軍のモビルスーツの威力なのか。こいつ出てこなければやられなかったのに。抵抗すると無駄死にをするだけだってなんでわからないんだ。そこ。ハニー、上。何？カミーユジェリドか。しまった。あと2機。モビルスーツはパワーじゃない、機動性だ。もらった。切るぞマシマーさん。なんというパワーだ。だと白霊戦というやつだって僕にはできるはずなんだ。こちらもこの猫の目かキツネ目なんかセンサーを潰したのが白いやつだ。
コアファイターの向こうに人がいるなんて。バカな。今度の G ガンダムはどんな武器で戦うの？いい質問だね。それじゃそれぞれのガンダムのメカと必殺技について説明しよう。主人公ドモン・カッシュが操縦するネオジャパン代表のモビルファイターシャイニングガンダム。2本のビームソードで敵を切り刻み、必殺技シャイニングフィンガーでとどめを刺す。次はネオアメリカ代表のガンダムマックスター。チボデークロケットが乗り込み、バーニングパンチで敵をノックアウト。腰の二丁拳銃ギガンティックマグナムもすごい威力だぜ。ネオチャイナ代表ドラゴンガンダム。ペイロンフラッグで動きを封じ、ドラゴンクローで襲いかかる。操縦者はサイサイシー。ガンダムローズはネオフランス代表のジョルジュ・ド・サンドが操縦する。ビーム兵器ローズスピットとシュバリエ・サーベルを持つ騎士道精神あふれるモビルファイター。そしてネオロシア代表のボルトガンダム。グラビトンハンマーでどんな相手も粉々に打ち砕く。元宇宙海賊のアルゴ・ガルスキーが操縦する。どう？こういったモビルファイターがさっき言った人機一体となって戦うんだ。すごく面白そう。早くアニメが見たいな。よろしい。それじゃ来週 G ガンダムのかっこいいシーンを特別に見せてあげよう。早く見たいな。So then see you next week. Bye bye. Goodbye. 幾千の月日が流れてもたどり着けぬ場所をさまよい求めながら歩いてゆく。恋人よ、私の瞳の奥でかすかに揺れている真実がどれほど伝わるのでしょう。傷ついた心と体預けて温かなこの胸で海よりも深く眠って。いよいよ来週 G ガンダムのダイジェストが見られるんだね。もちろん今までのガンダムの最後の戦いも、もちろんそれに主題歌の録音風景やアフレコも、もちろんスタッフの人にも秘密の情報を教えてもらっちゃうんでしょ。もちろん教えてくれるかな。大丈夫だよ。そうだね。次回機動武闘伝 G ガンダムプロローグ3飛躍編、お楽しみに。歩くのさ、無限の力がある。何度でも試すのさ、どんなに苦しくてもやり遂げる。愛はいつもこの胸に永遠に消えることはない。この手が叫んでいる明日へと走れ。 Right now 君が描いた未来へのシナリオは Shining Finger 夢をつかもう。全ては思う
いよいよ機動武闘伝 G ガンダムのプロローグもパート3。今日は新作アニメを見せてくれるんでしょ。もちろんスペシャルダイジェスト版を見せてあげる。ところで内山君、これまでガンダムは数多くの感動的な戦いのシーンがあったんだけど、何か思い出のものってある？ダブルゼータと V ガンダムは覚えてるよ。よし、それじゃ来週からの G ガンダムをより面白く見るために、これまでのガンダムのクライマックスシーンを振り返ってみよう。シャアとのラストバトルを繰り広げるアムロ。そしてついに要塞アバウア・クーが炎を上げた。もはやアムロの命も。人がそんなに便利になれるわけ。その時、なよし、わかったぞ。わかる。さあ、ちょい右。キッカ。さあ、ちょい右。はい、そこでまっすぐ。どうしたの3人とも。さあ、こっち。大丈夫。すぐ外なんだから。アムロ、わかるの？どこ？いいアムロ、あと5、4、3、2、1。みんなは人は悲しみ重ねて大人になる。今寂しさに震えてる愛しい。ごめんよ。まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。分かってくれるよね。ララにはいつでも会いに行けるから。恋しくて募る想い。ニュータイプというモチーフでアムロと仲間たちの絆を描いたこのラストシーンは、今でもガンダムファンの心に熱い思い出を残している。Yes, my sweet, yes, my sweetest. I wanna get back where you are. 愛しい人よ、もう一度。Yes, my sweet, yes, my sweetest. I wanna get back where you are. 誰も一人では生きられない。ゼータがどうしたんだ？ゼータガンダムのクライマックスは、木星帰りのパプティマス・シロッコとカミーユの壮絶な戦い。わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコに、この俺の体を通して出る力が。体を通して出る力、そんなものがモビルスーツを倒せるものか。何？カミーユ、その力を表現してくれるマシンに乗っている。ゼータガンダムね。女の声。まだ抵抗はするのなら。ジオ、動け。ジオ、なぜ動かん。ここからいなくなれ。私だけが死ぬわけがない。貴様の心も一緒に連れて行く。
美だ。シロッコ、やったのか。光が広がっていく。カミーユ、生きてるんでしょ。カミーユ、返事をして。カミーユ。あ、大きな星がついたり消えたりしている。大きい彗星かな。いや、違うな。彗星はもっとバーって動くもんな。人の思いが人の意志が。ダブルゼータではカミーユの意志を引き継いだジュドーがネオジオンの総帥ハマーンと一対一の劇的な戦いを繰り広げた。人の意志が。人は生きる限り一人だよ。人類そのものもそうだ。お前が見せてくれたように人類全てがニュータイプになれるものか。その前に人類は地球を食い尽くすよ。そんなに人を信じられないのか。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。憎しみを生む者、憎しみを育てる血を吐き出せ。吐き出すものなどない。自分の頭だけで考えるな。カテツナさん、どこまでやるんですか。ビクトリガンダムのクライマックス、初恋の人カテジナーと戦うウッソの姿はまだまぶたに強烈な印象となって残っている。この船もろともみんなが幸せになるんだろ。バカにして。坊主がやること、坊主が。 V2 を信じるんだ。レッサー、まやかすな。ガンダム。どうなったの。敵艦上昇するぞ。どうする。サクティは。 何？あれはキールームのリングだ。それぞれの時代のガンダム、そして主人公たち。ガンダムレジェンドは過去から未来へと永遠に語り継がれていくことだろう。どれをとってもさすがクライマックス、なかなか感動的だね。ねえねえ、一人で酔ってないで早く新しいガンダム見せてよ。慌てない慌てない。アニメを作るにはすごく時間がかかるんだよ。知ってるよ。こないだスタジオにお邪魔しに行っていろいろやらせてもらったもん。お、邪魔しに行ったの？邪魔じゃなくお邪魔しに行ったの。本当かな？はみ出すっていうのは裏から見ると目がはみ出しちゃってるんですよ。いいですか？泣いてるようになってる。いいんじゃないですかこれ。やっぱここの線までで塗らないと、主人公がせっかくのかっこいい主人公が泣いてるようになっちゃうので、やっぱりはみ出はいけないんですよ。ああ、そうか。難しいですね。ほら邪魔してんじゃないの？いやまあちょっとは。でも撮影はちゃんとやったんだよ。
あった。2つ。これも取ってるさ。どうも邪魔してるみたいだな。まあその辺はともかく、今回の G ガンダムは本当に大変なんだ。6000から7000枚といったこれまでのシリーズより倍以上の動画枚数をかけて作画しているんだ。そんなに使ってるの？ Of course。リアルでかつ迫力あるアクションシーンを作り出すには計算されたレイアウトと多くの作画枚数が必要なんだね。でもただ枚数を多くしてもダメなんだ。まずは主題歌のレコーディングから覗いてみよう。テレビを見てる皆さん、僕も結構ガンダムは好きで見てました。今回のガンダムもすごくかっこいいんで、みんな見てください。よろしく。待ってよ、それって G、つまりガンダム・ザ・ガンダムって G ガンダム？お、鋭いね内山くん。いやと内山くんがまた照れてるところで、各コロニーの代表ガンダムを少し紹介しようか。まずは主人公ドモン・カッシュが乗るネオジャパン代表のシャイニングガンダム。そして前回紹介したネオアメリカ、ネオチャイナ、ネオフランス、ネオロシアの各ガンダム。そしてネオイタリア代表のネロスガンダム。足から発射されるサテリコンビームはとても強力な武器だ。ネオキューバ代表アラクノガンダム。背中に隠した6本の腕で襲いかかるパワーは強烈だ。ネオメキシコ代表テキーラガンダム。腕のトゲを受けるとかなりのダメージを受ける。ネオカナダ代表ランバーガンダム。何者でも打ち砕くと言われる巨大な斧を武器にしている。とこのほかまだまだ強力なガンダムが次々と登場してくる。本当？でもそんなに強力なのが出てきたらドモンも危ないね。まあね。でも主人公のドモン・カッシュはキングオブハートの称号を持つ最強のファイターなんだ。何そのキングオブハートって？宇宙最強のものに与えられる証明書ってところかな。ところでドモンにはもう一つ目的があるんだ。実はドモンは行方不明になったお兄さんを探している。しかもこのお兄さんは巨大な謎のパワーを持った最大最強のデビルガンダムと一緒にいるらしい。デビルガンダムか、すごそうだな。早く見せてよ、新しいガンダム。 OK、 それじゃあ新作ガンダムの特別公開といこう。 Ladies and gentlemen, check out the brand new series of G Gundam. Check it out. 時は未来世紀。汚れきった地球を捨てて宇宙に移り住んだ人類はそれぞれコロニー国家を作り、あるルールのもと平和を保っていた。そのルールとは、各コロニーを代表するモビルファイターガンダムたちが地球をリングにして戦い、それに勝ち残ったガンダムの国家がコロニー国家軍のリーダーとなる権利を持つというものであった。そして今まさに第13回目のガンダムファイトのゴングが鳴り響かんとしていた。ガンダムファイトファイティングシグナル確認。これより第13回大会スタートします。どうしてあんなのが国の代表になっちゃったんだろう。強いからだ。何度も言うが、俺たちはな、町を荒らされる前に広場に落ちているでっけえ荷物の持ち主に早く出て行ってもらいたいだけなんだよ。コロニー各国は代表のガンダムを地球へ送り出し戦わせる。そして戦い抜いて勝ち残ったガンダムの国が。さすがはガンダムファイターに選ばれた男。こいつを返してほしけりゃ俺たちのアジトまで一人で来い。てめえのガンダムなんか連れてくるんじゃねえわ。ガンダム散々俺様の部下を可愛がってくれた子じゃねえか。ネオジャパンのファイターさんや。こいつはお礼をしなくちゃいけねえやな。殺せよ。
条約第1条、頭部を破壊された者は逃がすけ何ドモンカッシュ。どうかな。ガンダム15年のレジェンド、そして新しく誕生した機動武闘伝 G ガンダム。ガンダムってすごい歴史があるんだね。 G ガンダムも楽しみだな。よし、それじゃあ次回からの機動武闘伝 G ガンダムも十二分に楽しんでくれ。ねえねえマイケルさん、最後に一つ教えて。何？デビルガンダムって何なの？内緒。ねえ教えてよ。それは来週からずっと見ればわかるよ。ああ、来週が待ち遠しいな。So check out the brand new series starting from next week. Till then, bye bye. Goodbye. 幾千の月日が流れてもたどり着けぬ場所をさまよい求めながら歩いてゆく恋人よ、私の瞳の奥でかすかに揺れている真実がどれほど伝わるのでしょう。傷ついた心と体預けて温かなこの胸で海よりも深く眠って皆さんお待ちかね、いよいよ開幕しました。ネオジャパンの代表ドモンカッシュ。最初の挑戦相手はネオイタリアのファイター。地球をリングにした注目の第一戦、シャイニングガンダム対ネロスガンダムのゴングが今鳴り響きます。次回機動武闘伝 G ガンダム、ガンダムファイト開始。地球に落ちたガンダムにレディーゴー。